おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年4月2日火曜日です。先週の3月26日の日に4回目の抗がん剤投与をして1週間後という形になります。今回の動画はこの1週間に起きた私の副作用の内容と継続している副作用の状態、また、ちょっと今回お知らせしようかどうしようか迷っていましたが、ちょっとお話ししてみますけれども、投与当日のアクシデント、そして、脱毛の状況なども見ていただこうと思っております。今回も最後までよろしくお願いいたします。早速ですけれども、この1週間に私に起きた副作用なんですけれども、今回は痛みがものすごく強かったです。で、通常も、関節痛、筋肉痛は起きていましたし、差し込むような痛みもありましたけれども、4回目の今回は、投与の夜中から約5日間ぐらいですね、もう剣山で刺されるような痛み、あとは霧で刺されるような痛みがもう頻繁に起きて、起きている時だけでなくて寝ている時も襲ってくるので、もうほとんどベッドの中で過ごすという感じでした。寝ていても痛みが治まるわけでもなくて、痛み止めを飲んでも全く効かないような痛みという感じでした。で、そのためか今回は平熱が私もともと36度で低いんですけれども、痛みが襲ってくると顔がバーッと真っ赤になって、36度9分7度まではいかないんですけれども、そのぐらいにガッと上がって体がもう熱くなって、それで汗びっしょりかいて熱が下がるというのをもう瞬間瞬間繰り返していて、ものすごく辛かったです。このような痛みを味わっていらっしゃる方いますかね。私だけなのかどうか分かりませんけれども、今回は痛みがものすごくひどかったということだけですね。で、あと血圧に関しては今回は1回も上昇することがなかったので、お薬を飲むことはありませんでした。これは良かったなというふうに思っています。で、あとは、筋肉痛、関節痛はもちろんありますので、もう痛み系はひどかったということだけなんですけれども、継続してあるものは味覚障害、これはあります。ただ、以前のように全くこう食べられないっていうか、食が細くなっていた状態からは少し脱してきて、胃の方を少しずつ量を食べることで、許容範囲っていうんですかね、それが膨らんできたので、半人前しか食べれなかったものが1回の食事で、時間は結構かかりますけれども1食分弱ぐらいは食べられるようになってきたので、体重の減少はちょっと止まってきたかなというふうに思います。栄養面でも、前にお伝えしたように、ヨーグルト、バナナ、蜂蜜、生姜は食べていますし、最近はそのヨーグルト、バナナ、蜂蜜の中にシナモンとか、あるいはフルグラですねなども加えてみたりしています。で、精液をなるべく多く摂るようにしていますけれども、それでもやっぱり便秘になりがちなので、処方されているマグミットという薬は飲んでいます。こんなところですね。で、手先ですね。手先が一番今ちょっと問題があって、今こういうふうにいつも手袋してるんですけれども、牙が黒くなってきたっていう話は前にしたと思いますけれども、それだけじゃなくて今も継続して黒みはありますけれども、箸を持つことが今回やっぱりだんだんしんどくなってきて、で今はフォークとスプーンの生活です。どうしても箸を持つと爪にこう当たったりするので、手先に当たるのでこう落としてしまうことが結構多くなってきたので、お行儀は悪いんですけれども、箸じゃなくてフォークを刺して食べるみたいなところがあります。こんなところですね。
であと、新たに加えてきたものとしては、食べ物としては鶏肉を多めに摂るようにしています。でそれもコメントで教えていただいたんですけれども、タンパク質をたくさん摂った方が副作用が出にくいみたいだよっていうふうに教えていただいたので、コンビニとかで売っているサラダチキンってありますよね。あれを夫に買ってきてもらって、あれを1日1回は必ず食べるようにしています。であれって結構高タンパクで低カロリーなので、体にはとっても優しいかなと思います。でもともと私胸肉が好きなのでサラダチキンは好きな方でしたから、味はわからないんですけれども今食べています。こんなところですね。手先は本当に不自由なので、夫がいない時にペットボトルが開けられないっていう現象がここ最近あって、で夫が100均でこの、蓋を開けるやつですね、プルトップオープナーっていうんですかね、なんていうんですかね、それを買ってきてもらいました。これによってもう自分の手だけでは開けられなくてもペットボトルにこれを蓋のところですね入れてギュッとその力入れるのがこれがまた大変なんだけど、でもそれでも自分の手よりはいいのでこれで開けるようにしています。ですから夫がいない時でもペットボトルの水分を取ることができるようになりましたという感じですね。これとっても便利ですね。皆さん知ってましたか？私知らなかったのでこんな便利なものがあるんだと思ってもうびっくりしました。こんなところです。食べるものに関してはそうですね、味覚障害あって手先はダメっていうところですね。であとは、足の、問題なんですけども、やっぱり手足症候群だったようで、前回の4回目の投与の前に先生に見ていただいたら、これはそうだねというふうに判断をしていただいて、できるだけ、冷やした方がいいよ、熱持っていたらということだったんですね。で、冷やすこととあと保湿をしっかりすることで、もし万が一足がこう裂けてしまったらですね、こう膨らんでいる部分、熱を持っていて水ぶくれまでは今言っていないんですけれども、それが、足先がこう裂けるようなことがあった場合は、抗がん剤投与を考えないといけないんだって先生に言われたんですね。だからできなくなる可能性が出てきたわけです。なんで、なるべくあと2回、やりたいと思っておりますので、今回ですね、これからお見せする動画を今先に撮ったんですけれども、足の保湿と、冷やし方ですねを、お見せしたいと思います。それではどうぞ。色の違いは多分出てると思う。出てると思うよ。で、こっちは冷たくてこっちは暖かくて、でただ右の方は爪の方がもうだいぶ黒くなってきていてこんな感じですね。で、際はだいぶ黒くなっています。でこっち側は先はちょっとしびれてはいるけどまだ赤くなってはいないです。それほどでこっちはもう赤くなっていてこんな感じ、赤くなっている。で、ここが、裂けてしまうと、水ぶくれみたいになって裂けてしまうと抗がん剤治療ができなくなると言われたので、ここを徹底的に保湿しながら熱を持っているので、水で冷やしてくださいということで、今から日々やっていることをお見せしたいと思います。でまず、保湿、常に保湿をしています。でこれは、近くのドラッグストアで買ったもので特別なものではありません。これで保湿していきます。こんな感じで保湿して、でその後、ビニール袋、そのまま水につけてしまうと取れてしまうので、こうビニール袋に足を入れます。
足を入れてちょっとこう結んでおきます。そしてこれは何でもいいと思うんですけど、夫が使ってたなんか道具箱みたいなのがあったので、それに水を入れてこのような形で冷やしています。そうすると、保湿しながら同時に、このビニール薄いので、中に水が入ることはないんですけれども、冷やすことができます。最初は保冷剤で冷やしていたんですけど、保冷剤だと部分的にこう凹凸がある足なので、当たる部分がまんべんなく冷やすことができなくって、今は水に足を入れて冷やしています。こんな形で冷やして保湿をしています。こんな感じで、今現在は、1日にですね何度か足を冷やしています。で保湿もしています。でなおかつしびれの薬も飲んでいます。でただこのしびれの薬は、以前の先生が出していただいたですね、主治医じゃない先生が出していただいた薬と違って、しびれの具合が治らなければ量を増やしていくことができる薬だからねというふうに言われていますので、今回1週間飲んでみましたけれども、それほどこうしびれ具合が改善された感じではなかったので、もしかしたら、2週間後ですね、先生に見ていただいた時にそれをお伝えしたら量を増やしてくださるのかもしれません。ただしびれの薬って前回のもそうでしたけれども、こうふらつきっていうか、こう眠気っていうか、そういうのが出てしまうので、増やすことがいいことかどうかはちょっとわからないんですけれども、それをまあちょっと調整して、足の裏、手先のしびれ、足のしびれを、調整してみたいなというふうに思っています。こんなところです。で、今回ですね投与の時にちょっとアクシデントがあったって最初にお話ししたんですけれども、これを言うことがいいことかどうかっていうのがちょっと自分でもわからないんですが、私が行ってる病院は特定されていないのであえて言っても大丈夫かなと思うんですけれども、外来の投与の時に、投与の手順としては、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、まず薬を飲んで、その後吐き気止めの点滴を打って、そして抗がん剤2種類を打った後、投与した後、精製水みたいなのを入れるんですね。でそれが完全に体に入っていった状態で、針を抜く。そうすると、そこから出てきたものって精製水だから全く問題ないんですけど、今回はその精製水みたい、精製水っていうのかちょっと生理水っていうのかちょっとわからないですよ。それが落ちなかったんですね。点滴として私の体に入っていかなかったんです。で、看護師さんが管をぐるぐる巻いてキュッキュッキュッキュやりながらなんとか下ろそう下ろそうという努力はしたんですけれども、私の体の中にも入っていかなかったんですね。なんで抗がん剤入ったからいっかっていう形で、カルボプラチンが入った管の状態のままで、抜いたんですね。そしたら抜いたところからピュッピュピュッピュこう針先から液がこう飛んだんですね。でそれを私が洋服に上にこうバスタオルみたいなのをかけてくださっているので、そのバスタオルに飛んだんですけど、そのバスタオルは一回洋服汚れなかったねって言われたんですが、その時に私も意識が結構朦朧としていたので気がつかなかったんですけれども、小指のところ、こちらの左手の小指のここに当たっていて、それが帰ってきて気がついて、帰ってきたらケロイドのようにかさぶたのように赤くザクザクした感じになっていました。で行った時なくて帰ってきてその状態だったのでちょっとびっくりしたんですけれども、このぐらい抗がん剤っていうのは表面についてもこう細胞を傷つけるものなんだなっていうのを見た時に、これって血管を通じて入れてるけど体の中の毛細血管まで行ってで、正常な細胞もがん細胞も、
攻撃するものだっていうのは分かっていましたけれども、表面に見ることができた時にちょっと一瞬、やっぱりすごい強い薬なんだなというのを実感しました。でその状態が今私の足の先に起きている、毛細血管から裂けてしまってそこがしびれて赤くなって腫れているっていう状態は、抗がん剤が漏れてしまっているということなので、見た目には皮膚の中に起きていることだから足先では見ることができませんでしたが、ここの部分についた傷を見た時は、これが足先で起きているんだなっていうふうに思って、ちょっと本当にびっくりしました。でここのものは、約1週間ですね。もう今全然きれいになっていると思いますけれども、1週間毎日ずっと保湿しっかりしました。そうするともうこのぐらいきれいになっているので、見た感じはわからないと思いますけれども、投与の当日はものすごい状態でした。だから本当に抗がん剤っていうのは強いものなんだなというふうに思います。でそれだけ、がん細胞も正常細胞も、アタックするんだなというのを、感じた次第です。あんまりこれ、医療ミスっていうほどのミスではないですけれども、本当は体の中に全部入って精製水をしてからじゃないと抜いちゃいけないんじゃないかなと思ったので、あんまり公に言っていいかどうかはわからないですけれども、それがあったことで、自分で抗がん剤の強さっていうのを実感できたので良かったかなとも思います。こんな感じです。そして最後に皆さんが一番気になっているところ、脱毛の部分です。ですね、見ていただいて分かりますかね。眉毛だいぶちょっと薄くなってませんか。なんか、昨日あたりお風呂に入った時に、私眉毛半分ないかもって思ったんですけど、だいぶこの辺が欠けてきています。でまつげも、ところどころやっぱ抜けてますね。こんな感じです。で肝心の頭髪です。頭髪もこれ4回目投与してからだいぶ抜けたっていう方もいらっしゃったんですけど、私も抜けましたね。いかがですか。こんな感じです。髪の毛の一本一本の長さが長いので分かりにくいかもしれませんけど、結構抜けました。どうですか。真後ろどうでしょうね。こちら側いかがですか。こんな感じです。で、この頭髪に関してもそうなんですけど、脱毛に関して、以前に言った内容で、毛母細胞っていうんですか、それが、細胞分裂が激しいところに対して抗がん剤はアタックしていく、がん細胞が細胞分裂が激しいのでアタックしていくって話をしたと思うんですけど、私だいぶ白髪もあったので、もしかしたらですよ、これ残っているのは、毛母細胞の、細胞分裂が激しくなくって白髪で老化があるから、それで髪の毛が残っているだけかもしれませんね。お若い方は本当にツルツルになったって方も結構いらっしゃるので、これ残っているのはただ単に老化の、老人の髪だからかもしれません。でも、あと2回ありますから、ここから先どの程度抜けていくのかっていうのはちょっとわからないですけれども、やはり4回目を打ってからまたごそっと1回抜けてます。こんな感じですね。でもね、終わったら生えてくるわけですから、あんまり気にすることなくいきたいなというふうには思っています。こんなところですね。体毛も陰毛も全てもうツルツルになったところはまだ1箇所もないです。だからそれだけ老化しているのかもしれませんというところです。こんな感じですね。それで、コメントいただいている方の中に、抗がん剤治療を今されている方もいらっしゃいます。そして、その抗がん剤治療が、できなくなった方もいらっしゃいます。これは、体の中でですね、いろんな状態が起きていて、血液検査の結果で、ちょっと体に負担が大きくなってきたかなっていうふうにお医者さんが判断されたっていう場合もありますし、あるいは、心臓の値が悪くて、いろんな治療ができなくなったっていう方も中にもいらっしゃいます。
でもそれは、個々人でですね、体の内容は違うわけですね。絶対に抗がん剤6回やんなきゃいけないっていうものでもないでしょうし、いろんな、薬に変えていかれるっていうことも必要になってくると思うんですね。私もあと2回、一応予定されていますが、足の状態によってはできないかもしれないです。でも、それはそれとしてもう体の方でもうこの薬じゃなくていいんだよとか、もう十分なんだよっていうふうに、体の声だと思って、あるいは、主治医の先生の言葉を信じて前向きに捉えて、治療していけたらなというふうに私自身思っていますので、くよくよすることなく、そういう方もいらっしゃると思いますけれども、一緒に頑張っていけたらなというふうに思います。そして、もう一点、前回の、父のですね命日のために1週間ずらしたことですね。本当は3週間で抗がん剤をやっていくべきものであったけれども、お医者さんの許可をいただいたわけですけれども、4週間というふうに1週間延ばすことで父の命日に行ったり、あるいは、体調が良くなって、お友達と会ったり神社を回ったりという形でリフレッシュ旅に行ったりってすることも、動画として上げさせていただきました。で、すごくご心配いただいて、もう抗がん剤やってる最中にそういうふうに出歩くのはやめた方がいいんじゃないかっていうふうに、ご心配いただいた皆さんもいます。本当にありがたいな、心配していただいてありがたいなというふうに思っています。ただ、私としては、抗がん剤治療でものすごく辛くて一生懸命副作用に耐えた後、体が元気になってきたなと思った時に、夫と2人でリフレッシュしたいなという気持ちはやっぱりまだあります。そして、生きているだけで幸せだっていうことも前々から言っていますけれども、瞬間瞬間ですね。この瞬間を大切に笑顔で暮らしていきたいなと思っておりますので、そういったリフレッシュした、旅の動画も、抗がん剤治療中ではありますが出していくと思います。もしよろしければ、そちらの方も見ていただけたらと思います。私は自分の声に、自分の体の声に敏感に、聞いて、そしてお医者さんと相談しながら、自分の体のことを考えていきたいなというふうに思っておりますので、ご理解いただけたら嬉しいです。こんなところです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。